うまい。うまい。コーヒーとココアが共存。で、これ今なんか、ずっと調合してましたけど、何をいやー、作っちゃった。作っちゃった。完璧な、もう完璧な。夏のドリンクを。ちなみに、これインスタントコーヒー。そう。はい。すごいよね。なんか、俺ネスレで働いてるじゃないですか。ネスレと。はい、でも俺、そういえば今まで一回もネスレの商品使ってなくて、はい、他社さんばっかりやってたんだけど、はい、なんか、そういえば俺家で普通にインスタント飲んでるから、そう。これ意外な。めんどくさいんだもん。家でコーヒー入れるの。こんなに簡単にできますとか言っといてあれだけど、はい、やっぱ家で俺は道具あんま持ってないから、はい、インスタントで済ましたんだけど、ちゃんと作ったらうまいんじゃないみたいな。って思ったんだけど、はい、それさ、泰造さんやってたじゃん。あれめちゃくちゃ詳しく語られてますよね。で、もうそれでいいじゃんみたいな。泰造さんの見てくださいっていうのもあるんだけど、俺家でコーヒー飲む時って牛乳入れるんですよ結構。はい、で思ったのが、インスタントで牛乳混ぜちゃえば最強の超簡単なコーヒー牛乳飲めんじゃんみたいな、はい、ってところから思い立ったらこうなった。ちなみになんかもう一つコーヒーじゃないものが。そうなんですよ。こいつ。これもネスレさんですか？そう、なんかネスレから出してたよ。俺全然知らなかったんだけど。だからこれ使って、はい、アイスカフェモカを作っちゃえみたいな。もうなんか価値確定な気がするんですけど。そう、価値確定なんですよ。っていうのを今作っちゃったわけですね。そう。で今調合していろいろ試して、最初に、当然これだけ、これと、牛乳だけのを作って、これはね俺飲んでるよく。本当に冷たい牛乳で溶けるから。泰造さんも言ってたけど、最初少量でね、はい、ちょっとやってガチャガチャってかき混ぜた方がいいです。これを溶かしたものに牛乳でココアを入れただけ。でも全然違う。本当にうまい。これちょっと飲んでみて。これめちゃくちゃうまい。うまいよね。味のバランスが完璧なんですよ。てかさ、こんな簡単に作れちゃうんだっていう。やばくない？普通になんかお店で出てくるチェーン店のカフェとかで出てきそうなカフェモカをもっとなんかそれをなんかリッチにした感じするよね。じゃあちょっと実際作っていこうかなと思うんだけど、はい、皆さんこの話知ってます？まだ開いてないですけども、これの開け方って、はい、俺ネスレの人に教わったことあるんですよ、はい、ちゃんと。これをベリベリって剥がしちゃいけないらしくて、はい、ここの縁に残ってるところが、はい、働いて密閉できるらしいの。なるほど。だからなんか俺が聞いた人によると、はい、ここを剥がさずにここを開けていくんだって。こんな感じで。なるほど。こうやって縁をこうやって缶切りみたいな、昔のこうやって開けて、こうやって周りの縁を残すのが正解らしいです。知らないよね。これはちょっと想像もできない。そうそうそう。どこに書いてんだよみたいな。みんな指でこうバスってこうそうやりたくなりますけど、バスってやってベリベリって、しかもさここも剥がしたくなるじゃん。なりますよね。でもここは残す。これが初めて。俺が聞いたネスレのオフィシャルらしいです。これで確かにそうすると確かにより密封できそうですね。そう、湿気が入らないんで、こういうのってもう湿気が一番の天敵なんでね。はい。はい。っていう小ネタを挟みつつ、ちょっとじゃあ今回こっちのやつでやろうかな。はい。
でこれ30g で15杯分って書いてるんだけど、はいまあ、なので 2g なんだよね、1杯分が。これ泰造さんのチャンネルでもちゃんと言ってたね。あ、そうですね、言われてましたね。まず適正な量をちゃんと。そう、はい。やっぱインスタントいえど、まあ、ちゃんとやりましょうねっていう。まあこういうティースプーンでね2杯分ぐらいらしい。なるほど。でここに牛乳を入れていきます。ちょっと最初にあんま入れすぎないでしっかりと溶かす。あ、結構一瞬でバッと溶けましたね。やっぱりこの辺すごいよね、インスタント。インスタントコーヒーってやっぱすごい考えられてますよね。でちょっと冷たいからはい。溶けにくいんだけどしっかり溶かしていきます。こっちゴールドブレンドで、はい。さっきやってたのこのねプレジデントってやつなんですよ。あこっちの方がちょっとね強い、確か味が。味がです。うんなるほど。なのでまあこれは好みだね。はい。多分ねこっちの方が合うかもしれない。ああ、あんまりいい意味でコーヒーの主張が弱いから、はい。特にコーヒー牛乳とか、まあ、ココアとかと混ぜるから、はい。まあでもそこは好き好みかな。好き好み好き嫌いか。お好みが好き好みってなんか嗜好品ですねどっちも好きになっちゃってるみたいな。OK、しっかり溶けた。で、もうちょっと足していこう。まあでもこれだったら 2g 以上入れても良さそうだよね。そうですね。まあカップでかいしねそうですね。ちょっと量も多く入りそうなので。普通が 2g に対して140ぐらい。はい。でここにこれがね牛乳120に対して 9g、まあ、ティースプーン3杯分、山盛り3杯分らしいんで、ここに 9g ぐらい入れていきます。9。これうまいんだよ色もいい感じで。な。なんかちょうどいいよね。ちゃんとチョコレートが入ってできそうな色になってますね。うん。いきます。はい、お願いします。はい。はい。というわけで、ちょっとグラスを移し替えて最後。そうやっぱりなんかこういうのに移し替えるだけでなんかぽくな雰囲気ります出るよね。そうですね。これでもさ、はい。すごくない？これがなんかだって混ぜて終わりじゃん。そうですね。で俺これいくらで作れんだろうと思って、はい。これが、まあ、120g ぐらい入ってるやつだとこれの4倍、1000円ぐらいなんですよ。はい。なので120だから60杯分で1000円だから、はい。まあ、1回分で15円ぐらい、ああ。まあ、20円として、はい。でこれが300円ぐらいなんですよ。はい。でこれ、まあ、20杯分、はい。なので1杯15円ぐらいはい。なので、まあどっち合わせて30円ぐらいなんですよ。はい。で牛乳これまあ1リットルで、まあ、実際使ったの200も使ってないから、はい。 150だから 1.5 で、まあ、30円ぐらい。はい。60円とか70円ぐらいでこれ作れんの？めちゃくちゃやばくない？すごいデザート代わりに飲みたいような。ねえ、これとさ、なんかどっかで買ってきたチーズケーキとか、あそういうのと合わせられたら、ももうこれはいい休日うになるよ。なりますね。だけどちょっと飲んでみますね。はい。どうですか、さっき氷で冷やしてなかったので。いいね。うまい。うまい。コーヒーとはい。ココアが共存、ちゃんと。ココアだけで飲むとさ、やっぱ甘いじゃん。はい。結構甘さが強いんだけど、はい。コーヒーが入るからギュッと引き締まる感じ、なんかアイスココアっていう甘いこのいい飲み物をコーヒーの苦味がグッと締めてくれる感じ。だかはい。ら輪郭がぼやけない。うまっ。
これ多分ホットでも一緒だよね、きっと。多分ホット、むしろホットの方がすぐ溶けそうですし、確かにね。もっと溶けそうですよね。だから多分、あったかいココアを、ホットココア作って、そこにインスタントパッて入れるだけで、こういうのが作れるんだろうね。簡単だけど。これ実はみんなやってんのかな？俺が知らなかっただけで。意外とやってる人実はいるのかも。いるのかもしれないね。ある意味ちょっとした贅沢な使い方ですよね。普段のインスタントコーヒー、もしくはココアにプラスコーヒーという。そうだね。だからコーヒーしか飲まないっていう人にも、ココアしか飲まないっていう人にも試してほしいやり方ですわ、これ。ちょっといいもの作りました。これいいな。ちょっと今度ホットでもやりたいね。確かに冬場にじゃあ、なんかそうですね。そんでちょっとシナモンスティックとか入れて。プラスアルファで。うわぁ、うめえな、それ。いいスパイスをちょっと見つけておきたいですね。ね。ちょっと上になんか、クローブじゃなくて、カルダモンとかでもいいし。確かに。というわけで、皆さん、インスタントだからって、美味しさを諦める必要ないんですっていうのがね、ちょっとなんか思った。これ、試してみてください。本当に美味しい。これマジで美味しいからやってみてください。じゃあ、お疲れ様です。チャンネル登録忘れずによろしくお願いします。うん。うまい。普通に。はい。で、次に作ったのが、これ。こっちは、これただのココアと牛乳溶かしただけ。アイスココアですね。そう。うまい。しっかり甘い。はい。てか、ココアってさ、はい、100% うまくない？子供でも大好きな味ですね。ココアにもやっぱあるんだろうね。スペシャルティーココアみたいな。多分カカオの良し悪しとか変わってきそうですよね。なんかビーントゥバーみたいな、ああいうところで飲めるもんね。ああいうのすごい本当にシングルオリジンのコーヒー並みにいろいろ個性があったりしますよね。あるよね。エクアドルとかね、はい、いろんなところのがあるから、なんかいずれそれもやりたいね。楽しそうですね。うん。ちゃんとチョコレートを勉強してみたいな。はい。なんかカカオの専門の人来てくれたりしないかな。カカオハンターの方とかね、なんかいらっしゃいますもんね。尾形さんとかね。そうですね。俺尾形さんの、はい、コロンビアの工場行ったことあるんだよね。そういえば昔2016年かな、コロンビアのサザコーヒーの農園に連れてってもらったことがあって、はい、その道中になぜか寄ったんだよな。なんかで焼きたてのカカオ食べさせてもらった、その時点でチョコレートの味するとか言ってそりゃそうですよねみたいなまあいいや。